はい、皆さんこんにちは。本日はね、2022年の7月28日の木曜日なんですけど、7月24日の日曜日に鹿児島のね、桜島が噴火しましたよね。で、結構大きな噴火だったらしくて、桜島からね、2キロぐらいのところまで噴石が飛んだらしいですよね。で、噴火自体はね、一旦収まったらしいんですけど、今後もね、まだ噴火する可能性がないとは言えないので、鹿児島の方はね、くれぐれもご注意ください。で、皆さんご存知だと思うんですけど、日本はね、国土の半分以上が山でして、日本列島の下にはね、プレートが重なり合ってるので、地震とか火山が多いんですよね。あとね、日本は海に囲まれた島国なので、地震が起きた時に、津波も発生する可能性があるんですよね。なので、人が住むにあたっての地理的条件っていうのがあんまり良くないんですよね。自然のことに関してあれこれ言っても仕方ないんですけど、日本の領土がもうちょっと広くて、大陸のね、人が住みやすい平地も、日本の領土だったらよかったのにって思いますよね。はい。ちょっと前置きは長くなりましたが、本日話したいのはね、加藤死刑囚の死刑が7月26日の午前中に執行されたってことに関してお話ししたいと思います。で、正直ね、死刑で人生から逃げられてちょっと羨ましいですよね。それは置いといてね、死刑っていうのは通常ね、刑事訴訟法では死刑判決が確定してから6ヶ月以内に刑を執行しなければならないっていう法律になってるんですよね。ただ、死刑に関してはね、法務大臣の裁量っていうのも関わってきまして、今回のね、加藤死刑囚も2015年にね、死刑判決が確定したんですけど、そこからさらに7年ほどの歳月を要して刑が執行されました。で、今回の加藤死刑囚以外にもね、どの死刑囚も結構ね、判決が確定してから刑の執行までに時間を要してますよね。で、加藤被告がね、何したかっていうのはもう皆さんご存知かと思うんですけど、2008年、今から14年前の6月8日に秋葉原、秋葉ですよね。秋葉の歩行者天国にトラックで突っ込んで、人をはねた後にトラックから降りてね、ナイフで人を刺して合計でね、17人を殺傷したという事件を起こしました。で、被害者のうちね、7人が死亡しました。で、犯行のね、動機なんですけど、当時ね、加藤被告の唯一の居場所であるネットの掲示板で嵐やなりすまし、要はね、嫌がらせを受けてて、事件を起こすことによってその嫌がらせをやめてもらうために事件を起こしたと加藤被告は供述していたらしいです。で、これについてね、私が思うことはやはりね、無関係の人を殺傷しても何にも解決しないですし、もちろんね、被害者の方々が一番理不尽だと思いますが、私もね、居場所がないと感じたことはあります。てかね、常に感じてます。私はね、何度かこのチャンネルで結構家の周囲の音がね、嫌だって言ってると思うんですけど、今私が住んでるアパートは、関東地方でね、結構田舎の方、茨城県なんですけど、そのアパートの周りがね、砂利道でして、結構ね、みんな車率が高いんですよね。なので、車の音が結構うるさいんですよね。なのでね、居場所って言ってるのはね、いわゆる心理的な居場所だと思うんですよね。つまり、落ち着ける場所、心が休まる場所だと思うんですよね。で、そういうのがないとね、人間はやっぱり疲れちゃうと思うんですよね。で、私的にはね、そういった居場所は、できれば他人が関わらない場所がいいと思うんですよね。例えば、誰もいない海とか森とか、自然がいいと思うんですよね。ネットでもいいんですけど、ネットですと SNS とか YouTube だったら、こっちが発信した内容に対して、誰かがね、いろいろとコメントしてくるとかがあるので、やっぱりね、他人と関わることになってしまうんですよね。なので、ネットでね、最適な居場所を探す場合は、こっちが発信しないで、見るだけとかね、聞くだけっていうのがね、やっぱり一番いいと思うんですよね。なので、やっぱりね、人間っていうのは居場所がないと生きるのが辛くなっちゃうので、皆さんもね、できれば人と関わらない状態の居場所を探すことができるといいですよね。はい。で、死刑制度の是非についてなんですけど、日本はね、死刑制度がある数少ない国の一つなんですけど、皆さんはね、死刑には賛成でしょうか？それとも反対でしょうか？私はね、ぶっちゃけどっちでもいいです。そもそもね、悪いことをした人に対する罰則として、罰金とかね、懲役とか死刑とかが課されるのって、そもそも人が作ったルールに過ぎません。で、それを考えるとね、別にあっそうって感じで、どうでもいいんですよね。ただね、死刑よりは懲役の方が罰則としてはむしろ重いと思うんですよね。人によっては死刑じゃなくて終身刑でいいじゃないか。一生社会に出てこれないんだったら死刑と変わらなくねっていうね、生命を尊重した意見もあると思います。で、その一方で、重罪を犯したやつを一生税金で食わして、生かしておくこと自体がもったいないし、尺に触るっていう意見もありますよね。ただね、ちょっと考えてみてください。死刑はね、一瞬で死ねるのに対して、終身刑っていうのはね、一生刑務所で生きなきゃいけないんですよね。で、どっちが罰として重いのかをね、冷静に考えると、私的にはね、終身刑の方が重いと思うんですよね。
でもっとね残酷なケースは懲役30年ぐらい、中途半端な懲役で社会に出てきちゃうケースだと思います。でこの場合ね30年もいると多分刑務所っていう環境に慣れちゃってると思うので、いきなり社会に出されても多分すぐには適用できないだろうし、行き場もないと思うんですよね。なので、死刑が必ずしも一番重いとは私は思いません。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。